場がいつもあなたをこの街で待ってる。一人で傷つき悩むより話してみてよ心の中。あなたを包みたい無限の愛で強い心で深い優しさでオマラビョマラ勝利の女神を味方につけてオマライオマライあなたを愛してゆこう。何があってもずっとさまいる。こんにちは、会計士受験生のずんだもんなのだ。こんにちは、友達のメタンです。最近僕は NPO 法人さんの会計書類のチェックにハマっているのだ。重箱の隅をつつくようなチェックしかしないけどね。天敵戦績なのだ。はいはい。で、今日は何やるの？ずんだもんくん。本日のテーマはじゃじゃん。なんとボンドプロジェクトの2023年度の書類が出てきてるみたいだからそれを見ていきたいのだ。あ、ついに出たのね。そうなのだ。あれ？前編って書いてあるけどどういうこと？劇場版長編動画にするんじゃなかったの？いくらなんでも長すぎる気がしたから前編後編に分けてみたのだ。後編はオープニングが準備でき次第アップしてきたいからよろしくねなのだ。ママへは。では早速始めていこうなのだ。ボンドプロジェクトホームページのここを見ると2023年度の書類が掲載されているのだ。あと東京都 NPO ポータルでもこんな風に最新の書類が掲載されているのだ。あれ？そういえば去年の書類に差し替えがあったって言ってる人いなかったっけ？ちょっとそっち先に見てみましょうよ。しぶしぶちょっとだけ見るのだ。ボンドプロジェクトの前期つまり第13期は前回の動画でも紹介したんだけどその時見たのがこれで今回差し替えられてるっぽいやつがこれなのだ。あ、計算書類の中期を見ると前回は何もなかったところに差し替えのマークがついてるわね。しかもこれを見るとなんか2回差し替えされてない？そうみたいなのだ。せっかくだから今出てる書類の差し替え履歴をチェックしてみたら？確かこのウェイバックマシーンにウェブページの URL を入力すればこんな感じでいつ更新があったかわかるのよね。そんでこの日付をクリックするとこんな感じで当時の日付の状態のページが見れてそこにどんな書類が掲載されてたのかわかるのよね。だから全部見てみましょうよ。うわん、全部は多すぎなのだ。じゃあ頑張ってね。私ギターソロの練習してるから。できたのだ。あら早いわね。あまり遡ってもキリがないから今回の分析に必要な分だけチェックしてみたのだ。これがウェイバックマシーン準拠のページの推移のまとめなんだけどここがウェイバックマシーンが保存している NPO ポータルのボンドプロジェクト法人ページの日付、ここがその法人ページに書いてあるボンドプロジェクトの住所、ここがその当時の法人ページから飛べる定款なのだ。そんでここは各年度の事業報告書等書類セットのファイル名なのだ。ふむふむ。でも一つ注意点があってこの墨付きカッコの中の数字は元のファイル名じゃなくて僕がつけたもので各時点の団体ページから飛べる掲載ファイルのウェイバックマシーンさんがつけてる日付なのだ。ウェイバックマシーンさんはここの注意書きでこのカレンダーに載ってる日付は実際にページが更新された日付じゃなくてウェイバックマシーンさんが保存した日付だと書いてあるのだ。ふむふむ。あ、だから団体ページの日付よりも後の日付のファイルに飛ぶようになってることもあるってことね。そうなのだ。あれ？この令和3年度の書類でファイル名が R4 ってなっているやつあるわよ。これ何なのかしら？多
多分団体さんか東京都さんがファイル名の年度記載を間違えているかもなのだ。まあボンドプロジェクトは10月決算だから分かりにくいし、しゃあないわね。しゃあないのだ。例えばこの第14期の事業報告書等を見てみると、この令和4年度ってのは団体ページに掲載してある資料一覧に令和4年度って書いてあるところから取ったのだ。でも実際ファイルをダウンロードするとファイル名は R5 ってなってたりするのだ。さらに実際にファイルを開いてみると、第14期とは2022年11月から2023年10月の期間で、それをボンドプロジェクトは2023年度って呼んでるのだ。だから令和4年度は2023年度でもあり、2023年10月期ということでもあるのだ。なんか一般的に令和4年度というと2023年3月期に終わる2022年度を指すことが多そうな気がするけど、ここはちょっと違うので。そうなのだ。まあいずれにしてもここに書いてある期間に対応する報告書をここに並べてるから安心してねなのだ。そんでどこで差し替えがあったかを見るためにファイル名の変化とかに着目して色をつけてみたのだ。ふむふむ。まず NPO ポータルの団体ページに書いてある団体住所から見ると、2023年の9月5日と10月4日とで記載してある住所が違うのだ。次に掲載されてる定款のバージョンを見ると、2023年10月4日と2023年10月10日でバージョンが違って、定款の中に旧事務所所在地が書いてあるバージョンから所在区までしか書いていないバージョンに変わってるのだ。あ、そうすると9月5日の時点では団体ページに書いてある住所と団体ページに掲載されてた定款に書いてある住所は一致してたけど、10月4日時点では団体ページに書いてある住所だけ新しくなってるってことかしら。そうなのだ。実際に9月5日版の団体ページを見てみると、旧事務所っぽい住所が記載されてるのだ。そんでその時点で掲載されてる定款でも旧事務所っぽい住所が書かれてるのだ。一致して気持ちいいわね。気持ちいいのだ。ちなみにこの定款は令和2年12月つまり2020年12月の更新版なのだ。そんで次に10月4日時点の団体ページを見てみると、記載してある所在地は新事務所っぽいものになってて、そのページから飛べる定款を見ると記載してある所在地は旧事務所のままの令和2年12月つまり2020年12月版のままっぽいのだ。なるほどね。すると10月4日時点では団体ページ記載住所と定款記載住所に違いがあったけど、10月10日以降は定款も更新されて不一致がなくなってるってことかしら。そうなのだ。現在の団体ページを見てみると、所在地は新事務所で定款の住所は渋谷区までになっているのだ。そんでこの定款は令和4年12月つまり2022年12月に更新されたバージョンなのだ。てなわけで2023年10月10日以降は不一致が解消されているのだ。不一致が発覚してからすぐ直してるから、東京都さんか団体さんがきちんとチェックしてたのかもね。そうかもしれないのだ。これはどうしたのだメタン。これを見てよずんだもんくん。これは令和5年度の東京都若年被害女性等支援事業の補助金交付申請関係の書類なんだけど、ボンドプロジェクトに対して補助金交付が決定されてて、令和5年つまり2023年の5月21日付でボンドプロジェクトは旧住所を記載した申請書を提出してて、そこに添付されてる関係書類の中にある定款を見ると旧住所が書いてある。令和2年つまり2020年12月更新版みたいね。申請書表紙と関係書類の記載が一致していて気持ちいいのだ。でもここで令和5年つまり2023年の5月21日付でこの写しは原本と相違ありませんって書いてあるわよ。そして最新の定款は住所が渋谷区までになってる。令和4年つまり2022年12月版よね。さっきの申請書類についてた定款と比べると、令和5年つまり2023年5月21日時点の定款の原本ってこの令和4年つまり2022年12月版でなくていいのかしら。わかんないのだ。ママへは気を取り直して事業報告書等の書類を見ていこうなのだ。この第9期第10期
第11期については直近でファイル名に変化がないから最近の差し替えはなかったって感じかしらね。でも第12期や第13期を見てみるといろいろ差し替わってそうね。そうなのだ。まず第13期を見るとこの辺やこの辺で差分がありそうなのだ。6月29日時点では無印のオリジナル版が掲載されてたけど8月3日時点では一旦消されてて、8月23日に差し1ってついてるファイルがアップされて、それも9月4日に消えて9月9日に差し2って書いてある新ファイルが出てきたのね。そうなのだ。そこでこの3つを比べてみたいのだ。これがオリジナル版でこれが1回目の差し替え版、そんでこれが再差し替え版なのだ。ここで計算書類の中期を見てみるとオリジナル版には何もなかったところに1回目の差し替え版では差し替えマークがついてるのだ。そんで再差し替え版ではページの左下に再差し替えマークがついてるのだ。あ、これってオリジナル版では2022年度の計算書類の中期だけど1回目の差し替え版では2021年の計算書類の中期になっていて、再差し替え版は2022年度の計算書類の中期になってるわね。そうなのだ。だからオリジナル版と再差し替え版は同じものかもしれないのだ。だから1回目の差し替え版は間違って違う年度の計算書類をつけてしまった差し替えミスかもしれないのだ。こことここって本当に変わってないの？念のためちょっとよく見てみましょうよ。計算書類の中期の1枚目はこんな感じで特に変わってなさそうね。2枚目を見てみるとやっぱり変わってなさそうね。そうなのだ。だからもともとオリジナル版が正しい2022年度の計算書類の中期をつけていて1回目の差し替えはミスで2021年度の計算書類をつけちゃって再差し替えで元に戻ったってことだと思うのだ。そうかもしれないわね。あ、そういえば前の動画で13期つまり2022年度の計算書類の中期の事業別損益を見てたわよね。あ、ここは2022年度のことを令和4年って書いてたから修正が必要ね。うわぁ、ごめんなさいなのだ。この時は確か活動計算書の受取会費と受取寄付金の数字と計算書類の中期の事業別損益に書いてある受取会費と受取寄付金の数字が両方とも合計は1971万9091円だったけどその内訳が異なっていて236万3500円の入り繰りがあったのよね。そうなのだ。てなわけで最新の再差し替え版の活動計算書と計算書類の中期の事業別損益を比べてみるとこんな感じでやっぱり不一致があるままなのだ。差し替えでも修正されてないのね。残念なのだ。そんな感じでこことここの差し替えは単にバージョンが巻き戻っただけかもしれないのだ。てなわけで気を取り直して第12期を見てみると9月3日時点のすでに差し替え簿の書類が9月4日時点で消えて9月9日に再差し替え版がアップされてるみたいなのだ。1回目の差し替え版はこんな感じで再差し替え版はこんな感じなのだ。また計算書類の中期に着目してみるとやっぱり計算書類の中期が差し替えられてるっぽいのだ。さらに第13期の1回目の差し替えで間違って第12期の2021年度の計算書類がついてたからこの3つを比べてみたいのだ。計算書類の中期の1枚目を見ると特に変わってなさそうなのだ。2枚目はこんな感じなんだけど、あ、この人等が制約された寄付金等の内訳のところで2021年度の1回目の差し替え版では令和3年度厚労省関係の交付金の増減額が8124万9848円になってて未使用で返還義務のある分の前受金計上額は3733万1152円になってて2022年度の書類セットに間違ってつけてしまった2021年度の計算書類の中期でも同じことが書いてあるけど2021年度の書類セットの再差し替え版では増減額が3733万1152円になっててさらに前受金計上額が8124万9848円になってるわね。だからこれとこれは同じ書類でこっちは違う書類ってことね。そうなのだ。てなわけでこの3つの計算書類の中期のうち使途等が制約された寄付金等を見ていきたいのだ。ここが比較用に載せてる財産目録の数字でここが計算書類の中期のうち使途等が制約された寄付金等の内訳なのだ。ちなみにこの部分の財産目録の数字は
他のバージョンと同じ数字だと仮定してるのだ。計算書類の中期は2022年度の書類セットの中になぜか2021年度のやつが紛れ込んでいたけど、財産目録は普通に2022年度のものだったからね。そうなのだ。てなわけで1等が制約された寄付金等のうち、厚生労働省令和2年度地域自殺対策強化交付金を見てみると、機種残高は全部ゼロで、当期増加額は全部6162万1070円で、当期減少額も全部6162万1070円で、したがって期末残高も全部ゼロなのだ。ちなみにも交付金の総額は7691万9000円って書いてあって、そのうち未使用で返還義務のある分として前受金に計上している額は全部1519万7930なのだ。だから総額から前受金計上額を差し引いた差額は全部6172万1070円になるのだ。そしてその数字は当期減少額の数字と合ってるっぽいから、差額チェック欄はトゥルーとしておくのだ。ふむふむ。そんで次は厚生労働省令和3年度地域自殺対策強化交付金と令和3年度新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金がまとまったやつを見てみると、同じように期種残高がゼロで、当期増加額イコール当期減少額になってて、期末残高はゼロなのだ。そんで交付金総額から前受金計上額を差し引いた差額は当期減少額と一致してるから、差額チェック欄はトゥルーにしておくのだ。はいはい。そんで次はこの2つの前受金計上額が財産目録にある厚生労働省地域自殺対策強化交付金の前受金と一致してるかをチェックすると、こことここの前受金計上額は合計5252万9082円だけど、なんと財産目録上の前受金額と一致してなかったのだ。なんですって？そこで前受金チェック欄をフォールスにしておくのだ。でもまあこの交付金の名称を見ると、令和3年度新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金は財産目録の厚生労働省地域自殺対策強化交付金とはちょっと種類が違うかもって思ってたから、対応しなくても大丈夫なのかなと思って放置してたのだ。放置癖はダメよ、ずんなもんくん。ぐぐぐ。それがなんと今回最新の2021年度再差し替え資料では前受金計上額がアップデートされてて、当期増加額や減少額も交付金総額から前受金計上額を差し引いた差額が当期減少額と一致するように調整されてるのだ。だから最新版の前受金計上額を合計すると合計9644万7778円になって、財産目録の厚生労働省地域自殺対策強化交付金の金額と合うのだ。お、すごいわね。すごいのだ。てな感じでこの差し替えの謎は解けたかもしれないのだ。せっかくだから最新版の各期の書類の計算書類の中期にある人等の制約された寄付金等の内訳を見てみましょうよ。しぶしぶやるのだ。これが各期の使途制約寄付金等のまとめなのだ。第9期は計算書類の中期自体が出てなくて、第10期は該当なしって書いててよくわかんないから、とりあえずしかとするのだ。はいはい。ここがさっき見た再差し替えで正しくなった12期の使途制約寄付金なのだ。まず第13期を見てみると、厚生労働省令和3年度地域自殺対策強化交付金とセーフティネット強化交付金が一緒になったやつを見てみると、総額1億1858万1000円のうち未使用分として前受金計上されてるのが2117万8000円で、その差額として計算される9540万3000円が当期減少額と一致するから、差額チェック欄はトゥルーとしておくのだ。あと仮受金計上額の2317万8000円は財産目録に書いてある金額と一致するから、仮受金チェック欄もトゥルーとしておくのだ。この令和4年度分のやつも同様なのだ。あれ、この英語のやつはフォールスになってるわね。交付金の総額が4416万7500円で、前受金計上額も4416万7500円だから、計算上の差額は0円になるけど、それが当期減少額と一致しないのね。
そうなのだ。この当期増加額や当期減少額にどんな金額を記載するのがいいかおさらいすると、大阪府ホームページによれば、当期増加額は実際の入金額ではなく活動計算書に計上した金額を記載するって書いてあるのだ。つまり実際に手元に入った金額と関係なく当期に収益計上された金額ってことね。そう思うのだ。そして当期減少額は実施額って書いてあるのだ。これはちょっと分かりにくいけど、事業を実施することで PL 上費用計上された金額のことだと思うのだ。それを踏まえてここを見てみると、もし4416万7500円が現金で入金されて全額収益計上されてるとして、同額が全額現金支出されて当期の PL 上の費用になってるとすると、前受金が出てくる余地はないはずなのだ。計算書類の中期には交付金総額4416万7500円のうち未使用で返還義務のある4416万7500円は前受金に計上してあるって書いてあるから、これはちょっとおかしいのだ。だからひょっとするとこんな感じで、現金はもらったけどそれを全部前受金に計上して活動計算書の収益にはなってなくて、13期末時点では事業を実施してなくて現金支出も PL 上の費用もないとすると、記載はこんな感じに変わるはずなのだ。活動計算書にはこの交付金関連の収益も費用もないから、当期増加額と当期減少額はゼロになって、前受金計上額は4416万7500円になって、そうすると当期減少額のゼロと交付金総額から前受金計上額を差し引いた計算上の差額がゼロになって、差額チェック欄はトゥルーになるのだ。なるほどね。これはどうしたのだメタン。よくわかんないけど、ここに違和感があるのよね。まずこっちから見てみると、11期は交付金総額7691万9000円、そのうち活動計算書に記載された収益や費用が3351万7517円だから、差額の4340万1483円が前受金になってるってことよね。仕分けと貸借対照表のイメージを添えて考えてみると、まず交付金総額の7691万9000円を全額現金として受け取って、その時点ではまだそのお金を使って事業をしてないから一旦前受金にしておきましょう。そんで当期増加額が3351万7517円だから、 BS 負債の前受金が PL の収益に振り替えられたってことよね。それを貸借対照表上のイメージで見ると、前受金が3351万7517円分減って、差額の4340万1483円が前受金として残るってことよね。そんで当期の減少額が3351万7517円だから、仕分け上は現金を3351万7517円支出して、それが PL の費用になってるってことだと思うわ。貸借対照表イメージで見ると、現金が3351万7517円減ることになるわね。こう考えるときれいに整理できるわ。ふむふむなのだ。同じ考え方を12期にも当てはめてみると、交付金総額は前回から変化ないから、新しくお金をもらったって仕分けはなさそうね。でも前受金は1519万7930円に減ってるから、貸借対照表上はこうなるはずよね。すると前受金の減少額の2820万3553円が収益に振り替えられたってことだから、仕分け上はこうなるはずよね。さらに同額の現金が活動費用に使われたとすると、仕分けではこうなるわね。そうすると活動計算書に現れる数字はこの収益と費用の収益2820万3553円だから、ここの当期増加額と当期減少額が6172万1070円になるのはおかしいんじゃないかしら。活動計算書に現れる数字を反映するとこんな感じになるはずよね。そう考えると交付金総額は前回から増減なく7691万9000円で、前受金計上額は1519万7930円になって、それらの差額は6172万1070円になるから、当期減少額2820万3553円と比べると合わないのよね。ずんだもんくんはこの差額チェック欄を毎期ごとに判定してたみたいだけど、本当はこんな風に増減額を累計で考えて、その合計減少額と
総額マイナス前受金の差額と対応させるべきなんじゃないかしら。そう考えると両方とも6172万1070円になるから、差額チェックは累計ベースではトゥルーになるわね。ぐぐぐぐぐ、今まさにそう指摘しようと思っていたところなのだ。手柄を横取り40万するなのだ。メタン。はいはい、ずんだもんくんと手柄を争う気はないわよ。続いてこっちを見てみると、12期は交付金総額1億1858万1000円の全額を現金として受け取って、それを一旦前受金に計上し、当期に増加減少した分は活動計算書に現れてる数字のはずだから、仕分け上はこんな風になるわね。貸借対照表イメージはこんな感じで現金と前受金が減少して、残った前受金額がここに記載されてるってことね。13期を見てみると、交付金総額は前期から変化なくて、前受金残高は8124万9848円から2317万8000円に減ってるから、貸借対照表イメージではこうなって、差額の5807万1848円が収益に振り替えられたってことになるわね。おそらく同額が活動のために現金支出されて当期の PL の費用になってるはずだから、仕分け上はこうなるはずよね。仕分けのうち活動計算書に現れる部分を考えると、収益と費用の5807万1848円だから、当期増加額と当期減少額は本当はこうなるんじゃないかしら。こう考えると12期と13期の合計増減額は9540万3000円になって、合計減少額と差額欄は同じになるから、累計ベースで考えた差額チェック欄はトゥルーでいいわね。ついでに前受金計上額は財産目録上の数字と合ってるから、前受金チェック欄もトゥルーのままでいいわね。ぐぐぐぐぐ。あ、そういえば14期のデータはなんで入力してないの？まさかサボってないわよね。残念ながら14期のデータは出てないのだ。そうなの？そうなのだ。そんなこんなも含めて検証するために、今回出てきた最新の第14期の書類を見ていこうなのだ。ワクワク。これがその第14期の書類なんだけど、事業報告書や活動計算書に加え、貸借対照表とその明細である財産目録、さらに役員名簿や社員名簿が出されてるのだ。あれ、計算書類の中期は出てないのだ。あ、使途に制約等のある寄付金内訳だけじゃなくて、計算書類の中期が丸々出てないのね。そうなのだ。計算書類の中期って出さなくていいんだっけ？まあ出てないものはしょうがないから、とりあえず事業報告書からチェックしていきたいのだ。ママへはこれが第14期、つまり令和4年度つまり2023年度の事業報告書なんだけど、なんと本文は第13期について書いてあるのだ。なんですって？にょわーはっぱ、どうだ恐れ入ったか、メタン。それでなんで14期の書類なのに13期のことが書いてあるんだっけ？にょー。わかんないのね。まあ中身は13期の内容とは違って新しい内容になってるみたいだから、これを見ていきましょうか。しぶしぶ見るのだ。まず各事業別の事業費なんだけど、これを合計すると1億4083万円で、ここに書いてある事業費の総費用と一致するのだ。いい感じね。次にこの辺に書いてある活動従事者や受益対象人数について、過去からの推移を見てみるのだ。ここが最新版で、最近あった全国の支援者ネットワーク強化事業は消えてるのだ。あと保護や面接面談の実績もちょっと下がってるのだ。なんかあったのかしらね。わかんないのだ。そんで次に活動計算書を過去と比較しつつ見るのだ。ここが最新の14期で、まずは簡単な合計チェックをやってみると、内訳項目の合計が合計値として記載の数字と合ってるっぽいのだ。あと PL の縦の流れも数字的には合ってそうなのだ。さらに前年度の期末賞味財産が当年度の期首賞味財産になってるから、時空の歪みチェックも OK っぽいのだ。ほうほう。てなわけで、その他に気になったところを見ていくと、受取回避や事業収益が前期から減ってたり、人件費がちょっと増加したりした結果、経常収益から経常費用を差し引いた当期経常増減額が1688万1550円の赤字になってるのだ。普通の会社さんに例えると経常利益が赤字ってことね。そうなのだ。あ、
人件費項目は車金から給料に変わってるわね。これなんでなのかしら。わかんないのだ。ママへは気を取り直して貸借対照表を見ると合計チェックも OK っぽくて貸借バランスも合ってるみたいなのだ。いいじゃんいいじゃん。そんで他にちょっと気になるところを見てみると現金が前期からだいぶ減ってて5899万2879円の土地が新登場してたり建物も700万円くらい増えてるのだ。経常赤字の状況で頑張って結構大きな投資をしたのかもね。そうかもしれないのだ。あ、そういえば出てないって言ってた14期の計算書類の中期だけどうまく推測できたりしないのかしら。1枚目の計算書類の中期の事業別損益の予想は難しすぎると思うけど2枚目の固定資産の増減とかはある程度推測できるかもしれないのだ。例えば貸借対照表の有形固定資産のところを見て今出ている財産目録や計算書類の中期の情報も加えてまとめるとこんな感じになるのだ。まず14期の土地だけどこれは多分こんな感じなのだ。貸借対照表や財産目録に載ってる数字が期末残高になるはずで前期の期末取得価格は0だから当期の期首取得価格は0になるはずなのだ。そんで土地は減価償却しないからここの減価償却は0としてあれ、土地って減価償却しないの？いいところに目をつけたのだ。メタン減価償却費の計算に必要な要素を思い出してみようなのだ。確か資産のストック価格と耐用年数と定率法と家庭額法とかの償却方法だったわね。そうなのだ。ここで耐用年数についてみると土地はずっと使えるから耐用年数を計算するのが難しいのだ。てなわけで耐用年数がわかんないから土地は減価償却しないのだ。なるほどね。そうすると減価償却が0だから期末取得価格は期末帳簿価格と同じになるはずなのだ。そんでここは家庭だけど多分14期中に土地の売却とかはしてないと思うから当期減少額は0と仮定すると当期増加額は5899万2879円だと推測できるのだ。てな感じでおそらくここはこうなるのだ。ふむふむ。次に第11期の建物を見てみると多分こうなるのだ。まず11期の期末取得価格は12期の期首取得価格と同じになるはずなのだ。そんで10期の貸借対照表に書いてある建物の帳簿価格は0だから11期の期首取得価格も0になるはずなのだ。それでここも家庭だけどおそらく11期中に建物を売ったり除却してたりしないと思うから当期減少額は0と仮定するのだ。そうすると当期取得額は266万7500円になるのだ。なるほどね。この減価償却累計額と減価償却後の期末帳簿価格はどう推計するのかしら。そこはちょっとアクロバティックに車両運搬具の減価償却に着目してみようなのだ。これが減価償却のまとめ表なんだけどここが活動計算書上の減価償却費とここが計算書類の中期の固定資産の増減コーナーに書いてある減価償却関連事項なのだ。ここがそのうち車両運搬具で期末減価償却累計額から期首減価償却累計額を差し引くと特殊な事情がない限り基本的に当期分の減価償却費が出てくるのだ。そんでここに着目すると10期の車両運搬具の期末減価償却累計額が240万9999円で期末帳簿価格が1円なのだ。微暴価格ってやつね。多分そうなのだ。そんで9期の車両運搬具の増減内訳は出てないんだけど9期と10期の貸借対照表上の帳簿価格が微暴価格の1円だから第9期の車両運搬具の増減内訳も10期と同じだと推定されるのだ。さらに9期から11期の車両運搬具の貸借対照表上の帳簿価格に着目しつつ11期の車両運搬具の増減内訳を見てみると期首取得価格は前期の期末取得価格の241万円を引き継いでいて11期にそれと同額の241万円が減少しているのだ。これはどういうことかというと活動計算書に書いてある11期の固定資産除却損1円を見ると
11機に取得価格241万円の車両運搬具を除却したのだと思うのだ。それを踏まえてこの11機の減価償却累計額の48万3458円の正体を考えてみると、もう取得価格241万円の車両運搬具は除却されてるから、11機の減価償却累計額の48万3458円は11機に新たに取得した116万300円の車両運搬具に対応するものだと思われるのだ。だから主車両運搬具の減価償却累計額はゼロと仮定するのだ。本当は旧車両を除却してから累計減価償却累計額がゼロになるんだけど、計算のためにこうするのだ。そうすると新車両の期末減価償却累計額の48万3458円から、さっき仮定した機種減価償却累計額ゼロを差し引くと、11機の車両運搬具の減価償却費は48万3458円だと計算されるのだ。そんでその数字は活動計算書上で管理費として計上されてる減価償却費の金額と一致するのだ。だから活動計算書上で事業費として計上されてる減価償却費の2万9787円は建物の減価償却費だと思うのだ。それをここに反映すると11機の建物の期末帳簿価格はこう求まるのだ。なるほどね。さらに活動計算書上の事業費として計上されてる減価償却費の推移を見ていくと、14機の建物の増減が推定できるかもなのだ。機種取得価格は13機から引き継いでいるものとして、期末帳簿価格は貸借対照表や財産目録の数字と一致するはずなのだ。そんでこの14機の事業費としての減価償却費を前期末の建物減価償却累計額に足し合わせると、14機の期末減価償却累計額は110万3373円と推定できるのだ。つまりこういうことなのだ。そんで14機の期末帳簿価格944万6369円に減価償却累計額110万1373円を足し合わせると、期末取得価格は1054万7742円とわかるのだ。さっき見た機種取得価格266万7500円と合わせて考えると、当期の建物取得額は788万242円だとわかるのだ。ちなみに当期に建物を売却したり除却してないと思うから減少額はゼロと仮定してるのだ。最後に14機の車両運搬具増減は出てないけど、貸借対照表や財産目録に車両運搬具が載ってないし、活動計算書も管理費としての減価償却費は計上されてないから、多分ここには何もないと思われるのだ。ふむふむ。あ、そういえばこの12機の車両運搬部増減なんだけど、機種取得価格は116万300円、当期減少額も116万300円、期末取得価格は0円だけど、当期末減価償却累計額は87万8282円だから、期末取得価格から減価償却累計額を差し引いた期末帳簿価格は0円じゃなくてマイナス87万8282円になるんじゃないかしら。多分なんだけど、ひょっとするとこんな風に記載を変更するのがいいかもしれないのだ。こうすると機種取得価格116万300円で減価償却累計額は87万8282円だから、減価償却をした後の帳簿価格は28万2018円になっていたかもしれないのだ。その後その帳簿価格28万2018円を全額除却したということかもしれないのだ。その結果期末帳簿価格はゼロということなのかもしれないのだ。あくまでも予想だけど、その可能性もありそうね。リスナーの皆さん、もし他の考え方があったらコメント欄で教えてほしいのだ。お願いします。次に計算書類の中期の2枚目の借入金の増減内訳について見てみようなのだ。貸借対照表を引っ張り出してきて短期借入金の推移を見てみると、こんな感じで徐々に減少してるんだけど、その明細を示す計算書類の中期は10期と11期は該当なしってなってるのだ。でも実際に10期も11期も増減しているから該当なしってわけではないわよね。よくわかんないのだ。ママへはまあ今わかってる状況をまとめるとこんな感じで、
推測だけど多分こういうことになると思うのだ。秋季末の短期借入金残高900万円は A さん B さん C さんが均等に貸してたものと仮定して、さらにそれ以降新たな貸し付けはなかったと仮定して、減少額をこんな風に仮定してみると期末残高が時期の期首残高と合うのだ。でもこれは完全な予測だから、もし別の情報を持ってるリスナーさんがいればぜひ教えてほしいのだ。お願いします。そんな感じで14期で出てない計算書類の中期を頑張って推測してみたのだ。お疲れ様、ずんだもんくん。話は戻るけど、私気になってるのが、14期は活動計算書では経常赤字なのに、土地や建物をストックするために大きな金額を払ってるでしょ。これってどう分析できるかを見てみたいんだけど。大変残念ながらすでにだいぶ時間が経ってしまったので、そのあたりは次回に持ち越しなのだ。しゃあないわね。とりあえず今日の話を踏まえて、もし次回差し替えをする予定があるならこういうところを再確認したらいいんじゃないかって提案をまとめてみるのだ。まずは13期の計算書類の中期のうち、事業別損益コーナーの受取会費と受取寄付金の金額なのだ。あ、活動計算書の数字と合ってなかったやつで、最新の再差し替え版でも直ってなかったわね。そうなのだ。あとは11期の計算書類の中期のうち、固定資産の増減コーナーの車両運搬部のところや、12期と13期の計算書類の中期のうち、使途制約あり寄付金の当期増減額のところとかなのだ。あと、ひょっとしたら漏れてるかもしれない提出物やバージョンが違うかもしれない提出物の確認の提案なんだけど、交付金申請に添付する定款のバージョンや、そもそも出てない9期や14期の計算書類の中期、該当なしになってるけど本当はありそうな借入金増減内訳とか、12期13期の計算書類の中期の6番以降が見切れちゃってるかもしれないから出した方がいいかもしれないかもなのだ。最初の方で見たように直近の差し替えで直ってたところもあるから、もし僕の動画が参考になって資料をさらにより良いものにする手助けになればとっても嬉しいのだ。動画が役に立つといいわね。でも注意なのは、今回の僕の推測はあくまでも推測に過ぎないから、間違ってる可能性も大いにあるし、団体さん内部の詳細なデータを元にするとまた違った結果になるかもしれないのだ。あくまでも推測、予想だからね。だからもしリスナーさんで僕と違う推測ができたり、僕の推測に誤りがあればぜひコメント欄で教えてほしいのだ。お願いします。てなわけで本日の教育的価値をまとめにかかるのだ。1、開示されてない数字でも外部から見れるデータや一定の過程を置いてある程度推測することができるかもしれないのだ。あくまでも推測であることに注意ね。2、公的機関とかへの提出文書に修正の必要があれば早めに連絡して修正した方が印象がいいかもなのだ。ミスは誰にでもあるから、それをどう直すかどうかが大事よね。3、後編をお楽しみになのだ。なるべく急いでよね。てなわけでいかがでしたか？当チャンネルではこれからもいろんなテーマで会計を学んでいきたいのだ。チャンネル登録、高評価、コメント、メンバーシップ登録をお願いしますなのだ。PL の赤字がそのまま現金流出を示すわけではないのだ。現金の流れを追うためにはキャッシュフロー計算書がいいのね。てなわけでこのパズルを解いていこうなのだ。次回ボンドプロジェクトでキャッシュフロー計算書作ってみた。直接法も間接法もやるわよ。お楽しみになのだ。いつから